赤間が関にある阿弥陀寺に法一という琵琶法師が住んでいた。法一は平家物語の弾き語りが得意で、特に壇ノ浦の段は鬼人も涙を流すと言われるほどの名手であった。ある夜、住職の留守の時に突然どこからともなく一人の武者が現れる。法一はその武者に請われて高貴なお方の御殿に琵琶を弾きに行く。盲目の法一にはよくわからなかったが、そこには多くの鬼人が集っているようであった。壇ノ浦合戦の下りをと所望され、法一が演奏を始めると、みんな熱心に聞き入り、法一の芸の巧みさを褒めそやす。しかし、語りが佳境になるにつれて、みんな声を上げてすすり泣き、激しく感動している様子で、法一は自分の演奏への反響の大きさに内心驚いた。法一は7日7番の演奏を頼まれ、夜ごと出かけるようになる。住職は目の見えない法一が無断で舞を一人で出かけ、明け方に帰ってくることに気づいて不審に思い、寺男たちに後をつけさせた。すると大雨の中、法一は一人誰もいない平家一門の墓地の中におり、平家が衰退していた安徳天皇の墓前で恐ろしいほど無数の鬼火に囲まれて琵琶を弾きかかっていた。驚愕した寺男たちは強引に法一を連れ帰る。事実を聞かされ、住職に問い詰められた法一はとうとう事情を打ち明けた。法一が鬼人と思っていたのは、近頃頻繁に出没しているという平家一門の邪悪な怨霊であった。住職は怨霊たちが邪魔をされたことで、今や法一の琵琶を弾くことだけでは満足せず、このままでは法一が平家の怨霊に殺されてしまうと案じた。住職は自分がそばにいれば法一を守ってやれるが、あいにく今夜は法事で法一のそばについていてやることができない。寺男や小僧では怨霊に太刀打ちできないし、法一を法事の席に連れて行けば怨霊をもその席に連れて行ってしまうかもしれず、檀家に迷惑をかけかねない。そこで住職は怨霊のお経が書かれている体の部分は透明に映って視認できないという性質を知っていたので、怨霊が法一を認識できないよう、寺の小僧と共に法一の全身に般若心経を写経した。ただこの時、耳に写経し忘れたことに気がつかなかった。また法一に怨霊が何をしても絶対に無視して音を立てず動かないよう固く言い含めた。その夜、法一が一人で座っていると、いつものように武者が法一を迎えに来た。しかし経文の書かれた法一の体は怨霊である武者には見えない。返事がない。琵琶があるが法一はおらん。呼ばれても法一が返事をしないでいると、怨霊は当惑し、これはいかん。どこにいるのか見てやらねば。と独り言を漏らす。怨霊は法一の姿を探し回った挙句、写経し忘れた耳の実を暗闇の中に見つけ出した。よかろう。返事をする口がないのだ。両耳のほか、琵琶師の体は何も残っておらん。ならばできる限り上様の仰せられた通りにした証として、この耳を持ち帰るほかあるまい。と怨霊はつぶやき、怪力でもって法一の頭から耳をもぎ取った。それでも法一は身動き一つせず声を出さなかった。怨霊はそのまま去っていった。明け方になって帰ってきた住職は両の耳をちぎられ血だらけになって意識をなくした法一の様子に驚き、昨夜の一部始終を聞いた後、法一の全身に般若心経を書き写した際に、那須書が経文を耳にだけ書き漏らしてしまったことに気づき、そのことを見落としてしまった自らの非を法一に詫びた。その後、法一の前に平家の怨霊は二度と現れず、また良い医師の手によって法一の耳の傷もほどなくして入れた。
この不思議な出来事は世間に広まり、彼は耳なし芳一と呼ばれるようになった。やがて芳一は琵琶の腕前も評判になり、その後は何不自由なく暮らしたという。